ね、ちょっと何してんの？別にスマホ見てるだけじゃん。今日は休みの日だよ。そうだね。しかも暑いんだよ。暑い。よくこんな暑い部屋にいるね。まあね、夏だから仕方がない部分はあるけどさ。いくら節電って言っても熱中症になっちゃうから、今日はエアコンつけよう。さすがに外30度超えてるでしょ。分かった。つけて、ちょっとリモコン取って。涼しい。なんかさ、カビ臭いんだけどさ、あんた気にならない？確かにちょっと臭いかも。なんか設置してから風量も少ないっていうか、あんま冷えなくなってきたよね。やっぱりそうか、もう2、3年ぐらい2年半だね。2年半か。じゃあ洗浄必要か、そろそろ。買うのも高いし、洗浄しよっか。だね。ピーちゃんよろしく。なんかほら売ってるじゃん、イオンとかで。電話すると来るやつあるじゃん。あれで、これお掃除機能ついてないやつだから安いよ。もう1万5千円ぐらいするのかな。そんなもんだよ。結構高いよね、あれね。でもうちはピーちゃんいるからさ、そんなお金かけなくていいかなって私は思ってんだよね。ピーちゃんはエアコンを工事する人だけど、エアコン洗浄なんてやらないよ。だいたいリンスと洗浄剤と両方合わせて1万近くするよ。結構高いんだね。業務用だからね。じゃあエアコンを掃除するときにまず養生しなきゃいけないんだけど、簡易的なやつが結構売ってるんだけど、これは何回も使えるタイプらしい。そうなの？これ何養生なの？なんかパッと見それっぽく見えないけど。エアコンもね、こうカバーが覆っちゃうよ。で、垂れてくる液を全部ジャーっと下にドレン。なんかさ、エアコンもお掃除屋さんが使ってるの私見たことある。そうそれ。すごい、そんなものまで自前で用意できちゃうんだね。今ね、アマゾンでね、中華がこの闇のものが、闇というか闇が多いものがね、てかアマゾン優秀だね。でちゃんと日本語説明書がこれ入ってる。これは一応ね、使い方が書いてあって日本語説明書が書いてあるね。で Amazon のリンク貼っておくからね、興味ある人はやってみて。これカーテン、これでここからスプレーノズルを出して、こうやってプシューってやると顔にかからない。何これ？これエアコンにかぶせるのかな。ちゃんとエアコンホースのところも開いてる。避けれるやつついてるね。すごい。結構優秀だね。ぐーっとこうゴムが伸びる、ぐーっと伸びるから大きいエアコンにはまる。すごい。でこれでもう養生しちゃう。だからそう、ここにこうポッチがついてるじゃん。でここにドレンホースをこれをつなげるってことだね。そうだね。そうで、あとこれを下にバケツで受けるだけって感じ。すごいね。でこんな感じで簡単に。であとこれはもうあとはバケツの中でジャブジャブ洗えばいいわけじゃん。これがあればなんかさ、部屋を汚さないよね。部屋すごいね、本格的だねこれね。しかもこれがそれで安いっていうね。安い。ちょっと忘れたからリンク見てね。リンク見よう。でこれが高圧洗浄機。高圧洗浄機。これね最近流行ってるらしい。これね普通に買うとだいたい1万5千円ぐらいするんだって。これ3980円。だって思いっきりなんかさ、質感が中華っぽいでしょう。だってでも使えればいいもんね。使えればいいんだって。しかもパワーが弱いっていう評判で、パワーが弱い方がエアコンを傷めないから、むしろ弱いやつがいいと思って。そういうことね。だからパワーが弱いから車洗うのには役不足かもしれないけど、エアコン洗浄だったら十分だよねって話だよね。そうだってここもプラスチックでできてるから、ここポキッと折れちゃうじゃんね、こんなんね。全部プラスチックだもん。そうだね。確かにちょっと安っぽさはあるけど、エアコン洗浄に使う分には十分だよね。十分で、ここに薬液を噴射することもできるらしい。水を吸い上げてね。すごい便利で、ここにバッテリーをつけて、ここにペットボトルアダプターをつけると、これで洗車ができるらしい。じゃあ洗浄開始。
これは全部お風呂結構汚いね。ゴムつけてるの？ああ、無理一人だと。じゃあ、エアコン洗浄プロで、これがね業務用のエアコンのクリーナー。これねアルカリだからpH がね13以上 13.0 以上なんで、かなり塩基性の。もう手についたものは手があれあれになっちゃうね。あれあれとか溶けちゃうから怖っ。危ないから、う手袋しましょう、マスクしましょう、あとゴーグルがちゃんとしましょう。はい、じゃあチャカもマスクするよ。今回 1.5 リットル作るんで、うん。原液は75ミリリットル。原液を作ろう。じゃあメスシリンダーの75。なんでメスシリンダーが家にある？メスシリンダーじゃなきゃどうやって測るの？75なんで、ここね、ここ計量カップで測れるじゃん。今70、まあここだね。はい。でこっちに 1.5 リットル入れるんで、あとこれ水汲んできて。はい。細かく測らないの？わからない。要はいっぱいになるまでだから。あ、そうか。そうすればこれ 1.5 のペットボトルだからちょうどいいってことだね。まず800ね。じゃあもう一回。はい。そうしたら今測ったエアコンの洗浄液だいたい75でいいよ。10倍から20倍なんで、今80になってるけどね、細かいメモリがねピッチャー見えないからね。なんで？それはあんたの親だからだよ。あんたよりも年上ってことだよ。はい。おう。じゃあ溶かして。はい。でちょっとこっちも中洗いたいから少し水入れるね。貧乏臭いからこういうところちゃんとこうやって洗いながらこっちに入れるの。賢い。アルカリがついてるとね、塩酸を薄めるよりも楽だよね。だから塩酸を薄める機会がない。ある。塩酸を薄めるより楽。だって滅菌したり溶接する時とか使う時あるじゃん、塩酸をね。1.5 できたんで、まあ、軽くあんまり泡立てないようにこうやってね混ぜましょう。マジ。使い方としてはこれをピンとかにスプレーして5分放置、その後水で洗い流し。でもこっちってリンスどう使うの？まずやった後5分放置して汚れ具合で放置時間を調整。次は高圧洗浄機で洗浄液が残らないように十分に水洗。その次にリンスで中和をする。はい。なんで廃液はアルカリなんでちょっと酸を入れて中和してから捨てましょう。そのまま流すと排水パイプが傷めちゃったりする時あるので、はい、じゃあ、これをまずスプレーするんで。しかもお風呂場で洗うっていうね。いや業者頼んでもお風呂場使わせてくれって言われるよ。あ、そうなの？だってこういうの洗うのじゃあどこで洗うのって話。あれこんな綺麗だってもっと汚くなかった？意外と綺麗だったね、フラップ。汚れがいっぱいついてる。でこうやってどんどんつけ置きをして。セスキでいいんだね。セスキが一番楽。あ、そうなんだ。よく落ちるし、中性洗剤でも大丈夫だよ。真っ黒いのが取れてくるじゃん。ほらかけるだけでこんな。うわー、すごい、めっちゃ汚い、ね、でもまあ時給換算したら頼んでも別に全然悪くないと思うよ。そうだね。だってめんどくさいな。
ね、だってやる前にちゃんとビデオカメラをね2台ぐらいセットしなきゃいけないしさね、そうでしょ。業者がやってくれれば別にそんな必要ないでしょ。熱湯50度。ザーッとね。うわ、黒いのがめっちゃ出てきてる。じゃあ次リンスを作るよ。うん。10倍20倍だから一緒だね。75。75。あ、じゃあ水だね。うん。気が利く子だから。じゃあこのリンスをね、じゃあこの中もちゃんともういいかな。大丈夫だよ。でこれで準備 OK。 はい。使ってないのに出したらそうです。それでもいいと思うよ。それか、現金使っていいじゃん。まあこの動画上この辺は早送りだ。多分。じ
ちゃんオンにしてちょっとタオルで飛ばないように水が飛ぶといけない。じゃあオンにするよ。うわ、なにちょい風がやばいちょっとこのエアコンって風出たっけ？出るよ。今弱めてよ少し。あ、弱めちゃダメだって。水を飛ばすから回してて。最大マックスだって。常にマックス全開。いやちょっと何これ強いの。ちょっとやばい。うわこんな風強いっけこれ。ねえ、すごいね。めっちゃ風強くなってるじゃん。あ、水もう出なくなった。大丈夫。水が止まった。じゃあこのまま涼しい。回して、中の水を飛ばさないといけない。匂いなくなったね。収まったね。いや、全然効果あるね。大成功 V。 大成功だね。すごい。さあ、お掃除が終わったね。終わったね。で、これがドレーンから出てきたやつ。やばい、真っ黒だよこれ。これほら。黒水。でね、茂ってるね。茂ってる。もう全部カビだよね、この黒みは。ね、真っ黒。すごい。ね、ドレーンホース出てくるとこ見てたけど、それも黒かったし、真っ黒系。ここまで黒いとは思わなかった。まあ3年分の汚れってことだよね。そうだね。最後にやったの2019年だから。2019の秋にやった。秋にやった。涼しい。めっちゃ冷えるね。いやー、なんかさ、匂いもなくなったし、冷えも良くなった気がする。なんか買い替えたみたいに冷えるね。やってよかった。結構大変だったし。いや、もう本当難産だよ、難産。汚い真っ黒な液が出てきて。あんな真っ黒な中で生活してたんだよ。あれがさ、呼吸器を通して体に入ってるわけじゃない。体にいいわけがないよね。カビと台所とかの油の煙がどうしてもエアコンに吸い込まれちゃうからね。やっぱ健康にも良くないと思うしね、良くないし。いやー、もう本当にね、やった方がいいんだよ、みんなもね。これがみんなできるかは謎だけどね。まあ自分でできなければ業者にね、皆さん頼んでやった方がいいよ。結局さ、エアコンの自動お掃除機能っていうのはフィルターを洗うっていうか落とすだけだから、ゴミを中のアルミのフィンにものすごい汚れとカビと油がついてるから、そこもやんなきゃいけないけど、そうだね、そこはね、凍結洗浄とかそういう機械についてるのあるけど、やっぱりクリーナーで落とすのが一番だね。それではチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。コメントもちょうだいね。コメントとツイッター、ブログいろいろあるよ。ではチャカとぴっちゃんでした。またねバイバイ。喋るだけの人は楽だね、本当に。うるさい。ちょってことでしょ。洗浄にかかるって。いい分じゃん、いい分。薬剤どれだけGoProがおかしい？ GoPro 録画できてなかった。本当？